美しい2階ピルボックスをハイキングした後にビーチピクニックをして腹ごしらえをしたいと思います。サンライズを見に2階のピルボックスまでやってきました。何度も来たことのある場所ですが、来るたびにその美しさに感動します。こちらは2階ビーチとは反対側、カイルアのタウンが見下ろせます。撮影中も何か一生懸命喋ってたんですけど、強風すぎて風の音がうるさいので全カットになりました。ご覧の通りの強風で飛ばされそうでした。途中ところどころでハードな箇所もあるんですが、所要時間は20分から30分ぐらいのハイクで、子供連れのファミリーなども多く見られます。人が多くなってきたのでマスクを装着しました。奥に見えているのがピルボックスです。もう少しで到着です。ワンちゃんを連れてハイクしている方もよく見かけます。ピルボックスの上は若者で超混み合ってたので、今日はここでフィニッシュです。この先にもう一つピルボックスがありますが、基本的に見えている景色は同じです。ハイクも終わり、東海岸をぐるっと回ってハワイ海の方まで戻ってきました。今から何作るの？今日は、アボカドトーストを作る。アボカドトーストに、トマトのブルスケッタと、でもう1個は2種類作るんだけど、両方ともアボカドトーストで、1個はトマトのブルスケッタを上にのして、でもう1個は、マッシュルームの、焼いたやつ、マッシュルームのソテーを乗っける。ブレスケッタって何？ブレスケッタって何？なんかトマトの、なんか味ついたやつみたいな。大体そんなんじゃない。食べたらわかるわ。で、アボカドをまず切ります。アボカドは中開けてみるまで、どんな新鮮かどうかが分からない。どういうのが新鮮なの？で、これ綺麗。なんかたまに開けると中が抹茶色の時とかあんねん。それ別に腐ってるわけじゃなくて食べれんねんけど、これはなんか綺麗なグリーンで、種は食べられへんから出す。綺麗かな。いい色やね。アボカドってほとんど種ないな、こうやって見てみるとね。まあ3分の1ぐらい種よな。でもなんか程よく熟してて、なんか程よく。スプーン忘れたかな。手でほじくります。スプーンがあったらこのスプーンでね。忘れた。キャンプっぽくてや。こうしてるの教えるやな。そう。絵的には汚いけど。トイレよ。
塩食べた。これもさ、あんた手でやってるなんてつって怒られねえでで、アボカドのペーストにレモンね。レモンちょっと絞ります。レモン絞ったら、アボカドってすぐこうやって切ってさ、空気に触れるとさ、茶色くなってくるのよ。酸化するってことね。そう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 。でもレモンをかけると、その色が綺麗なままで、塩コショウ。あれや、スプーンないから混ぜるのも手でやらな。はい。で混ぜて、はい。アボカドはこんな感じで終わり。で次トマト。ブルスケッタやね。ブルスケットね。ブルスケッタ、そうそうそう。トマトの味ついたやつ。で、ニンニク。イタリアの料理だけどブルスケッタって。で大体基本的になんかレモン汁と、オリーブオイルとニンニクで入って、これが基本の味付けでシンプルやけど一番美味しい。でこれはローマトマトね。ジョロっていう種類やね。何が違う？知らん。知らんか。なんか甘そうな。酸味は少ないんかな。なんかそんな見た目の感じはするけど。で見た目はなんかちょっと丸くないね。ちょっと細長いの分かる？ニンニク適当に刻んで、なんかニンニク使うレシピとかは、ニンニクのチューブとかいろいろあるから便利やけど、やっぱりフレッシュなもの使った方が香りはいい。匂いはやっぱりフレッシュなもので、トマトもヘタを取って、こんな感じで、ここは取る。そうなんだ。うん。パプリカみたいになるな。でこの実のとこだけ食べる。それって何？トマトの種類関係なく？なんか作る料理にもよるけど、このブルスケッタではここは取る。そんなのあったのか。めっちゃ気持ちいいな、この青空キッチンっていうか、外で料理するの。今日天気いいしね。久しぶりやん、こんなに天気が。はい。で、これ、バジル。これ普通に庭に生えてるやつ。あ、そうなの？食べれる系のバジルは、食べれる系のハーブはさ、結構もう、家にいくらか生えてて。ちぎって入れる。色いいやろ、これ見て。ほんまやな。だからブルスケッタって多分このバジルとトマトのなんか前菜みたいな、なんか多分そんな感じやと思う。うわ、いい香り。バジルすげえ香るやろ。でオリーブオイル。うまそう。これか。ちょっとこれもレモン絞っておこうかな。ちょっと酸味があったのが。はい。混ぜるもんないからもうこれで。はい。ほい。なんで下準備をこれでお願いします。なんで焼いていきます。で、トースターないんで。これトースター持ってきたらマジやべえな。これパンもこれ焼こうかなと思ったん昨日。でもなんかめんどくさくなって普通に買った。いいんじゃない？オリーブオイル塗って焼くって作るってことね。そうそう、焼く。一からね。そうまあ別に焼こうと思って焼けるからさ。そうやな。でもめっちゃ時間かかる。普段やってるからな。全部手作業やねんけどこれ。怒られるやつ。キャンプ飯っぽくてやろ。ええな。どうせ火
ヒー入れるし。食ったら一緒よ。で両面に油塗って、オリーブオイルね。うん、何でもいい、バターでもいいし、ガーリックバターとかでも美味しいかもねこれ。ああ、そうかもね。マッシュルームも焼いていくんで、12分すぐスライスする。うん。これはほんまに塩コショウで炒めるだけやねんけど。うん。で軽くトーストするだけやから、ちょっと温まってちょっと焼き色がついたらもう OK。めちゃくちゃワイルドクッキング全部手でやってんねんけど、スプーン忘れるって大失態。手で食べるからさ、いいかな。別にどうでもいい。軽く温まったらいいんで、繰り返して両面ね。まあちょっといい焼き色ついてるわ。お前。焼き色。あ、いいね。音がいいね。うん、パチパチってやろ。オッケー。焼き色ついたらいいかな。で、マッシュルームだけ軽く炒める。軽くソテーするだけやからな。塩コショウで。これ混ぜるやつもないから。これじゃん。これは。すでにこのしとこうかな、その間に。アボカドペーストを乗っけます。スプーンがない。だけど、こっちで何の支障もないでしょ。うん、あ、いけるいける。これだけですでにうまそう。贅沢やでこれ、朝から。いいかもね。包丁でいいんですよ。あ、いいね。手のひら強い。マッシュルームとプチトマト。いい。やば、美味しそうじゃない？うまそう。でも腹減ってきた。パンのサイズの差が激しいな。そう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 。それ使ってね。うんうん。ブラックペッパー効いとったら美味しいかな。こっちちょっと乾燥してるからちょっとオリーブオイル垂らします。標的に当たらへんから。はい、完成。上出来じゃない？調理器具一切なかったけどなくなったから来たら。はい、お気泡両方食べてな。うまそう。おう、シュー。おしゅう出た、アメリカに。7個。
ゃあブルスケッタの方から。これは昨日いただきます。めっちゃ食べにくいけどめっちゃ美味しい。塩コショウだけやけどさ、これでも全然美味しいやろ。マッシュルームは旨味もあるしね。うまいな。上の臭い。上の草か料理か分からへんだもん。めっちゃ美味しい。木の下やから草だらけになってる。トマトめっちゃボロボロ落ちるけど美味しいな。めっちゃうまい。俺こっちの方が好きだもん。トマト。合うよな。トマトでも全然酸っぱくないやろ。ちょうどいい。でなんかニンニクとさ塩気とさ、ブラックペッパーとなんかバランスちょうどよくて、見た目にも綺麗しね。でバジルの香りめっちゃいい。俺的にこっちの方が圧倒的にうまい。ベースは一緒やねんけどな。さっぱりしててうまいの。ああそうね。あとやっぱニンニクはうまいね。あとバジルの香り。やっぱなんか食べ物ってさ香りってめっちゃ大事なんやな。ニンニクなんてほんま一かけ入れただけやねんけど、それだけで随分違うねん。フレッシュなんやからさ香りが強い。これめっちゃうまいわ。すごいってそうしたし。誰が作ったと思ってんの。あったよな。でも毎日さ、簡単やけどさ、簡単やからこんな朝ごはん毎日食べれたらいいなって思うけどさ、やっぱ実際無理やな。毎日作るのは簡単やけど別に10分20分でできるけど、やっぱり毎日は無理。うめえ。けどフォークこんなってなかったもんね。フォークなんとかスプーン1本ずつは次から用意しよう。そうやな。だから混ぜたり最後物拾ったりできへん。でも普通に考えてさ、こんな海辺のさこのロケーションでさカフェとかやったら絶対高いやん。買ったら食べに行ったりとかしたらさ、だからもちろん作ってくれて片付けもせんでいいっていう良さはあるけど、でもこうやってピクニックでやったらこんなん実質原価めっちゃ安いからな。やっぱ自分の好きな味付けにできるしさ、好きなものでできるやん。